皆様ごきげんよう。今回は、青島さんの S13 シルビアを作ってみたいと思います。そのまま真っ黒に塗るだけでは少し寂しかったので、蛍光塗料でラインを引いてみようと思います。それでは中身を見ていきましょう。エアロや GT ウィングがついているためか、意外とパーツが多いですね。何気に青島さんの車プラモは2年近くぶりなので、ちょっと楽しみです。それでは早速制作に移っていきましょう。まずは全体のバランスを見るため、ざっくり仮組みしてみます。ところで皆様、シルビアはお好きでしょうか？私は好きです。と言いますのも私、昔 S14 の前期に乗っていたことがありまして、引っ越しの際に手放してしまったのですが、今でもたまにあの頃を思い出したりします。お店の入り口の段差でエアロを吸ったり、車止めのコンクリートブロックに後輪乗り上げてはまってしまってJAF呼んだり、良い思い出ばかりです。今回は13を作りますが、14も1号も好きなので、いつか作れたらいいなぁと思っています。ということで、仮組み終わりました。なんか若干車高が高い感じがしたので、スプリングをちょん切って短くし、前後に釣り用の重りを乗せて再度組み直すと、良い感じに車高が落ちました。個人的な意見ですが、やはりエアロ組んだスポーツカーは車高を落とした方がかっこよい。ただし、お店の段差には細心の注意が必要です。いつものごとく、表面処理を行ってから塗装していこうと思います。この作業は正直面倒なのですが、プラの表面は割とデコボコしているので、やっておくと仕上がりが綺麗になります。ちなみにヤスリの番手は、400、600、800、1200、1500番の順でかけました。ヤスリをかけ終えると、このように艶消しボディになります。案外マットな黒もいいですね。いつかマットボディの車も作ってみたら面白そうです。とはいえ今回は表面仕上げにする予定なので、まずは金を塗り、マステを貼り、黒を塗り、マステを剥がし、今度は黒く塗ったところにマステを貼り、蛍光のクリアブルーを塗ります。そしてマステを剥がすと、こんな感じになりました。ちなみにマステを剥がしている時に、力を入れすぎてこの部分がバキッといってしまいました。何も考えず力いっぱいベリベリマステを剥がしながら、なんかパキって落としたな、プラがきしむ音かな、くらいに思っていました。あはは。ボンネットがかぶされば目立つところではないので、今回は接着剤でくっつけるだけにしておきます。最後にクリアを吹いて塗装の工程は終了です。まずはエアブラシを塗装面から離して砂吹きします。いつもは大判のデカールでも貼らない限り砂吹きせず、初めからバーッとクリアを吹くのですが、最近その方法で下の塗料が溶けてしまうことが続いたので、今回は先に砂吹きしてみました。砂吹き後はこんな感じで艶消しを吹いたみたいにザラザラの状態になります。3回ほど砂吹きして膜を張った後、バーッとクリアを吹きました。こちらも吹いては乾かし吹いては乾かしを3回ほど繰り返し、こんな感じになりました。今回は塗料が溶けずにクリアを吹くことができて一安心です。余談ですが、カーモデラーの方はあるあるだとは思うのですが、窓枠塗装用に付属しているマスキングシールは大体の場合小さいので、写真のように4分割した後、四隅に合わせてシールを貼り、間をマステで埋めてから塗装すると、良い具合に窓枠が塗れます。この方法を知らなかった頃の私は、付属のシールを使わず律儀にマステを貼っていたのですが、ある時ツイッターでこの方法を見かけ、確かに、と思って以来使っています。もしもこの方法初見ですという方がいらっしゃいましたら、ぜひ試してみてください。蛍光ブルーのライン部分に段差ができていたので、全パーツをひたすらヤスります。1500番から始め、2000、3000、4000番までヤスりました。プラモを作る工程で、ヤスりがけが一番多くの時間を占めているのではないでしょうか。この時の私は、ぼーっと YouTube でゲーム実況を見たりネトフリでアニメ見たりしながら、ひたすら指先だけが動いている状態です。皆様はいかがでしょう？ヤスりがけの際、ずっとそれだけをしているのでしょうか？それとも、何か他のことをしながらだったりするのでしょうか？私の場合、何も流さずただひたすらヤスるというのが苦手なので、もしよろしければおすすめの時間の潰し方など教えていただけると嬉しいです。本当はこの後再度クリアを吹くといいのですが単純に面倒だったので、
いつものようにショーアップさんのコンパウンドで磨きました。磨いたのですが、なんだかうまく傷が消えてくれません。もちろん私のヤスリがけが未熟ではあるのですが、3回ほど磨いても結構わかるくらい傷が見えちゃっていて、さすがにまたヤスリがけから始めるの面倒だな、と一旦作業を中断してゲームをしました。ジュラシックパークのゲーム、面白いです。ゲームも一段落したのでプラモに戻ろうと思ったのですが、この際、以前からタイムライン上でよく見かけ、一度使ってみたかった 3M さんのコンパウンドを使ってみることにしました。種類がいっぱいあって、正直何を買ったらいいのかもよくわからなかったのですが、一応調べたところこの3本を使ったら良さそうだということがわかり、Amazon に小容量 150ml3 本セットなるものがあったので、それを買ってみました。こちらのコンパウンドは実写用なので、小容量といえどもプラモに使う分にはだいぶ持ちそうです。ちなみに購入時のお値段は、税込み4389円でした。さすが実写用。どれから磨き始めたら良いか分からず調べたりクリームの粘度を確かめたりしたところ、どうやら初めはウルトラフィーナプレミアムだろうということでそれで磨き。次にハード1。最後にハード2で磨きました。結果、ちょっと引くくらいペッカペカになりました。これからはこいつを使っていこうと思います。さて、これで全てのパーツが出揃ったわけですが、ここで皆様に1点ご報告がありまして、もしかしてチラチラ映っていたやもしれませんが、コンパウンドで磨く前のヤスリの段階でこんな感じに削りすぎたところがありました。一度はリタッチを試みたのですが、コンパウンドで磨いたらまあ見事にリタッチ部分が削れまして、ちょいちょい下地の銀色が見えています。蛍光塗料を使ったことでなんとなくワイルドスピードに出てきそうな車になったので、塗装が剥げている部分があっても、レース中に少しくらい擦ったりぶつけたりして剥げるだろうからまあいいかなと思っていますという言い訳をつらつら並べましたが、ぶっちゃけ、もうやり直すの面倒というのが本音です。すみません。それではいよいよ組み立てていきましょう。We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. 完成です。 That'll rock this place. なかなか良いツヤ具合なのではないでしょうか。3M さんのコンパウンド、いい仕事をしてくれました。あざす。削りすぎて下地の金が出てしまったところは、あまたのストリートレースを戦い抜いてきた歴戦の猛者に刻まれた傷に見えないですね。次回から気をつけたいと思います。その他にも荒いところが散見されますが、それらも次回以降の課題にしたいと思います。最後に、蛍光塗料の具合を見てみましょう。それでは、ブラックライト、スイッチオン。ふむふむ、悪くないですね。もしかしてフロントのライトは蛍光塗料塗らなくてもよかったやもしれませんが、これはこれで面白い感じになったのではないでしょうか。私的にはホイールがお気に入りです。もしこの車がワイルドスピードに出てきたら、どんな役どころでしょうか。確か無印でレティの愛車が14の後期だったので、その友達の友達くらいであっさりレースに負ける人や警察にサクッと捕まる感じの人が乗ってそう。というかものすごい数の車が出てくるので、どっかにいたやもしれません。そんな妄想を膨らませつつ、今回はこの辺りで終わろうと思います。最後までご覧いただき、ありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。お相手はことの葉葵と中の人、ホビージャンキーでした。バイバイ。